この言葉に佐藤の顔がこわばった。心臓が跳ねて全身が震えた。ねえ。聞いてるの？今既得なんだ。家族に連絡つく。携帯に誰もいないの。どこの病院？すぐ行く金ならある、助けて。佐藤は怖くて外に飛び出した。足がもつれよろけながら。そえつが異変に気づいた。今日は夕飯の約束だった。断ったが田中翔の話がしたい。それで待ってたが正気じゃない。どうした？転びながら這って外に出る。佐藤を支えた。田中翔。田中翔だ、病院に連れて行って。緊張で声が出ない。痛みも忘れて。田中翔。彼がどうかしたの？落ち着いて。タクシー呼ぶと言って走った。タクシーに乗り込んだ。佐藤が震えてる。顔色が真っ青だ。運転手を急かすだけ。田中翔。何があったの？そえつが不安そうに尋ねた。一人で行かせるべきじゃなかった。もう長いこと発作がなかった。佐藤は涙を流した。白慶と別れを告げに行く日。心臓に負担がかかるのを知ってた。自分がそばにいなかった。自分の方を叩いた。何があったの？落ち着いて。そえつが止めた。冷静になれと。運転手さん。急いでください。佐藤は泣いた。手術室の前で行ったり来たり。まぶたが痙攣する。冗談じゃねえぞ。また目が赤くなった。数時間前に言った報いが。現実になった。自分の方を2発殴った。そえつは黙って隣に立つ。時々赤ランプを見上げた。ご家族ですか？先に会計をお願いします。看護師が書類を差し出した。震える手で受け取ろうとした。そえつが先に取った。私が行くよ。後で金は送る。佐藤の声は枯れてた。一歩も離れたくなかった。深夜酔った雪村移りに。鈴木から電話が入った。不機嫌だったが。急用なしに。こんな時間に電話しないはずだ。英説。田中翔がやられた。電話がつながるなり。鈴木の焦った声が聞こえた。それを聞いて雪村移りは冷めた。ソファから立ち上がった。何？一日探してたんだ。やっと情報が入った。今病院で手術中だ。かなり重いらしい。長いこと手術してる。雪村移りのスマホが落ちた。呆然と立ち尽くした。もしもし英説。聞いてる？大丈夫。落ちたスマホから声がする。でも頭は真っ白だ。ICU の外で砂糖はぐったり。命は取り留めたけど。やることは山積みだ。先に帰って休め。明日も仕事だ。そえつが夜食を買ってきた。佐藤が静かに言った。大丈夫。課長になったんだから。休暇ぐらい通すでしょ。そえつは気軽に振る舞った。たった数時間で佐藤は、3日徹夜したように憔悴した。佐藤は憂鬱に首を振った。領収書の山を見て、振り込みを忘れてた。いいよ。今後の費用に比べたら、大したことない。振り込もうとしたら、そえつが手で止めた。先生も言ってたけど、入院観察が必要だ。毎日かなりかかる。そえつは言いかけて、不安になった。明るくて自由な田中翔が、こんなに長い間、病に苦しめられてた。今後の治療も、先生の話だと高額だ。そえつの言葉に、佐藤も苦笑した。大丈夫、最悪化を売るだけだ。お金の心配はいらない。最高の病院と専門医を手配した。佐藤の言葉に廊下から、雪村移りの声がした。深夜で ICU は静かだ。駆けつけた雪村移りには、すべて聞こえてた。呉社長。二人は驚いた。SP を連れて歩いてきた。英説でいいよ。みんな友達だ。ガラス越しに病室の田中翔を見た。目を閉じ顔色が悪い。機械につながれてた。胸が痛んだ。
雪村移りが来てすぐ。劉ビビも来た。看護師は、スピーの迫力に。何も言えず見て見ぬふり。田中翔はどうなった？劉ビビが焦って尋ねた。まだ昏睡状態だ。いつ起きるかわからない。静かにしてくれ。佐藤は関係を知ってて。いい印象はなかった。どうして？劉ビビはガラスの向こうで。横たわる田中翔を見て。目を赤くしつぶやいた。先に帰ってくれ。佐藤がそえつに小声で言った。うん。何かあったら連絡して。そえつはうなずいた。二人は田中翔に集中してた。気づかなかった。大丈夫。来る道で聞いたよ。今後の治療は私が持つ。良くなったら海外で手術だ。黙ってた佐藤は。放心した様子で座ってた。雪村移りに言われて。不機嫌な目を向けた。いつからなんだ。なぜこんなことに。劉ビビが前に歩み寄った。冷たく詰めた。さっきまで元気だった。急に倒れるなんて。昨日までは元気だった。今日倒れるなんて。白鶏にあったんだ。何か刺激を受けたんだろう。佐藤は静かに言った。白鶏。劉ビビは首をかしげた。雪村移りは眉を潜めた。二人が黙ったままだ。劉ビビは不機嫌になった。英節もう遅い。先に帰って休んで。私がいるから。劉ビビが雪村移りを見た。大丈夫。あなたが休むべきだ。雪村移りは冷たく返した。雪村移り。それってみっともない。劉ビビは怒った。今回はっきり言う。劉ビビ。自分が彼に釣り合うと思う。月に何人と付き合ってるか。雪村移りも引かずに。強気で本心をついた。ふん。なんで言われなきゃいけない。欲しいものを追うのが悪い。あいつらとは遊びだった。何も起こってないわ。劉ビビは冷笑した。好きなものは握っておく。あなたが教えたんじゃない。遊びなら。他を当たって。田中翔に近づくな。雪村移りも負けずに言った。感情と物は違う。金があれば好かれる。でも金さえあれば。好かれると思うな甘い。二人は激しくぶつかった。声も強くなった。SP は黙って無視した。かつて親友だった二人が。突然仲違いした。SP も予想外だった。私が彼をもてあそってるって。笑わせるわ。棚にあげてるんじゃない。看護師が驚いてみた。迫力に圧倒されて。止める勇気はなかった。もういい。二人とも外に出ろ。言い合いが激しくなった。佐藤が怒って立ち上がった。鋭い声にみんな注目した。ここで見ててくれ。すぐ戻る。佐藤を見て二人が驚いた。SP たちに言った。SP は顔を見合わせた。二人は何も言わず。佐藤について外に出た。夜深く歩道橋に風が吹く。三人の服を揺らした。夜も更けた。秋の風が欄干を越える。裾がはためいた。遠くのネオンが顔を照らす。半分だけ明るい。目つきは夜風のように冷たい。二人を見て深く息を吐いた。心の中で思った。よくこの二人を相手にしてる。なぜ早く治療しなかった。雪村移りが沈黙を破った。少し震えた声だった。来る前に専門医に聞いた。早期ならよかったのに。呉社長。佐藤は突然笑った。苦笑いに皮肉が混じる。おっしゃることは。貴族の感覚だな。格差ってものか。気遣いも傲慢に見える。何笑ってんの。劉ビビの声が続いた。甘やかされた口調だ。直せるのにほったらかし。佐藤には幼稚に聞こえた。なぜか。金がないからだ。半歩前に出た。劉ビビを見つめた。好き好きと言うけど。彼の何を知ってる。ペットが欲しいだけだ。彼は犬じゃない。一目惚れしたからって。彼も惚れろと強要するのか。
金はあるんだろ。金で尊厳を踏めるのか。心配を言い訳にするな。彼の望みを聞いたことあるか。俺の知る限り。お前らは何も知らない。何も知らないくせに。彼の未来に踏み込む資格が。石のように問いが落ちた。劉ビビの顔が青くなった。反論しようとした。知らなくても気にかけてる。私。あいつに理解はいらない。お前らを知る気もない。佐藤が冷たく遮った。視線を雪村移りに移した。彼女はうつむき腕を組んだ。指が肌を叩いてた。目は涙で曇って。鋭さも半減した。悲しみが隠せなかった。その立場にならなきゃ。共感できない。それにお前だ。呉社長。佐藤の声が沈んだ。彼を地渡しと言ったのは。ガマが白鳥って笑わせた。お前の口じゃなかったか。犬以下にしてた。今さら生死を気にする。ふさわしいと思うのか。雪村移りは顔を上げた。違うと言おうとした。でも冷たい目に。言葉を飲み込んだ。口を開けても。ため息しか出ない。自分でも無力だ。彼が起きたら。ちゃんと話をする。ようやく声が出た。佐藤に手で遮られた。後ろの廊下を見た。白い明かりが漏れた。足音も吸い込まれた。消毒液の匂いがする。彼の選択は。お前の思い込みで決めるな。声を低くした。揺るぎない強さだ。彼はもう疲れてる。もう関わらないでくれ。治療費は。こっちで何とかする。家を潰しても頼まない。彼をよく知ってる。あいつが起きてたら。もっと頑固だ。どうして。二人の声が同時に響いた。劉ビビは悔しそうだ。雪村移りは慌ててた。佐藤は苦く笑った。そんな質問するのが証拠だ。田中翔を理解したことない。皮肉な笑みだった。二人は眉を潜めた。お前らの前じゃ。彼に未来は見えない。冷たい欄干にもたれた。指で傷跡をなぞった。一線を引いた方がいい。よくないか。俺たちは凡人だ。未来やビジョンは重い。今を生きるだけで精一杯。二人は言葉が理解できない。明るい面に騙されるな。心は誰よりも脆い。孤児院で育った。孤独な奴だ。お前らは一生。話し相手もいない孤独を。知らないだろう。風がまた吹いた。声がかき消されそうだ。夜空の月を見ながら。田中翔の過去を語った。長い物語のようだ。聞く者が手を引くのを願う。彼がどれだけ頑張ったか。孤児院を出て。9年教育を終えたら。働きながら学校に行った。金にがめつく見えたろ。劉ビビの目が揺れた。雪村移りも唇を引き締めた。確かに第一印象だ。でもお前らは知らない。お前らは生活を追う。あいつは生きるのが精一杯。佐藤の声が沈んだ。あいつは怖いんだ。恋をしたい。家庭を持ちたい。やりたいことが山ほどだ。ただ倒れたくないだけ。二人は黙った。静かに話を聞いた。腰抜けと言われた。責任感がないって。苦しみを知る者はいない。辛くても変わらない。それが一番の責任だ。自分に責任が取れない。学業の合間に。日雇いバイトをした。独居老人の世話をした。薬を日にち順に並べた。水の温度も3回確かめた。食堂で皿洗いもした。40度で配達した。皮がめくれたと文句言わない。自立することを覚えた。一人でしょうことを覚えた。知ってるか。家に帰っても。待つ明かりもない。正月は冷凍餃子を茹でた。その気持ちがわかるか。二人をじっと見た。顔色が悪かった。唇を固く結んでた。言葉が刺さった。大学は。俺たちの学校は図の集まり。でもあいつは誰より忙しい。
毎日朝からベビーシッター。子供の送り迎えをした。子供がぐずると。飴玉をマジックで出した。朝飯代を節約して買った。ピアノが弾けるの知ってるか。佐藤が間を置いた。雪村移りを見た。彼女は軽くうなずき。目が複雑な色をした。彼女も楽器に触れてた。レベルが低くないとわかる。ただ他の子が。数日練習してるのを見て覚えた。すごくないか。雪村移りは意外に思った。前に聞いたことがある。なぜ器用でうだつが上がらない。覚えがすごく早い。頭は誰より切れる。でも運命が彼をもてあそんだ。佐藤の声が低くなった。目が潤んだ。受験の数日前も。深夜バイトで病院に運ばれた。結果試験に落ちた。浪人の金もなかった。あれがなければ、こんな学校に来なかった。俺と上下関係にもならなかった。話を変えて、視線を戻した。問い詰めた。一目惚れと言ったな。あの時見えなかったか。生きるだけで、精一杯だった。劉ビビの体が震えた。高校の記憶が鮮明だ。笑顔の男性と、制服は着古してた。でも明るい子だと思った。笑顔の裏に、こんな苦しみがあった。切なさがこみ上げた。喉が詰まった。涙が溜まった。一言も言えなかった。それにお前もだ。隣の席だったな。視線が雪村移りに向いた。3年ストーカー扱いだ。おめえはお前と無関係か。もちろん。お前は転校したから。知らないだろう。おめえの長さを知らない。俺があいつなら。とっくに逃げてる。田中翔もそうした。お前らは見逃さなかった。違うわ。雪村移りが反論した。声に焦りが混じる。そんなこと言ってない。噂も流してない。それが本当でも。俺には関係ない。手で遮った。静かで揺るぎない。知ってることを言うだけ。真実は確かめない。田中翔は高校で。お前に片思いした。今戻ってきても。お前を見ると胸がバクバクする。でもそれが。尊厳を踏む理由にできない。目を見て。一言一言言った。心はゆで卵だ。硬そうで割れやすい。隙をナイフにするな。心を刺すな。唇を引き締めた。手のひらに爪を立てた。赤い跡が残った。前に見た田中翔は。能天気で冗談ばかり。何も気にしてないように。でも佐藤の話で。その態度が。仮面だと気づいた。あいつは貧乏だ。暮らしはカツカツだ。声が柔らかくなった。苦味がある。毎月家賃と光熱費。孤児院にも渡してた。飯代も計算してた。時には俺が助けた。前に50万渡したな。佐藤が見た。5万だけ残した。45万は寄付した。言葉は雷のように。二人を硬直させた。バッグのストラップを握る。金属が手に食い込む。信じられない顔だ。自分が治療必要なのに。なぜ金をやるんだ。正気か。雪村移りはよろめいた。手をぎゅっと握った。爪が肉に食い込んだ。ようやくわかった。辞めたとき。違約金で興奮したわけ。金はもう使われてた。彼は狂ってない。根が優しいんだ。ため息をついた。恩を着せられるのが怖い。誰にも迷惑をかけたくない。善意を受け入れられない。返せないのが怖い。外で死に物狂いで働く。金を稼ぐためだ。体裁よく生きるためだ。たまにゲームするだけ。楽しみはない。夜のバーも俺が連れて行った。絶対行かなかった。つまらない人間だ。誰も誘わないと。12弦の麺だけ食う。卵で大満足だ。言葉が細い針のように。二人の心に刺さった。田中翔の姿が浮かんだ。いつも笑って目が輝く。
能天気で口が悪い。でも笑顔の裏には、人知れぬ苦しみがあった。胸に切なさが広がる。四条を思い出した。ねぎって真っ赤になった。あれは下品だと思った。理解できなかった。でも彼の日常だ。お前らの道は広い。選べるものも多い。彼の道は狭すぎる。自分で精一杯だ。振り返るのも難しい。欄干にもたれた。夜空の月を見た。疲れが満ちてた。理解しろとは言わない。彼を解放してくれ。普通の生活をさせて。もう振り回さないで。嫌よ。顔を上げた。涙が落ちても睨んだ。私は彼が好き。諦めない。遊びじゃないと証明する。それに、引き裂くなと言うでしょ。なぜ手放せと言うの。目を冷たくした。白桂よりましか。劉ビビが戸惑った。彼は続けた。白桂さえ手放した。お前に勝ち目があるか。心の中で笑った。もし小娘と一緒なら。逆立ちしてうんこ食う。白桂って誰？眉を潜めた。疑問でいっぱいだ。万千としか知らない。あの背筋女。万千の話はやめろ。声が沈んだ。嫌悪がある。彼女に値しない。彼も本気じゃなかった。道楽息子と間違えた。装ってただけ。孤児院がトラブルで。彼も妥協するつもりだ。だが、言葉を切った。好奇の目を見た。ため息をついた。もう話したくない。白桂はネット恋愛の相手。2年以上続いた。会ったことはない。心を通わせてた。一番辛い時。白桂がそばにいてくれた。ネット恋愛。2年以上も。目がまん丸になった。驚きでいっぱいだ。顔も見たことない。そんなわけ。なぜ無理と言える。佐藤が遮った。声に寂しさがある。田中翔が言ってた。俺も見てた。その2年間。毎日疲れてても。白桂と話した。白桂はバカな話しかしない。でも真剣に聞いた。一緒にバカになった。白桂がいれば。苦しみが癒された。二人は大変だった。俺でも羨ましい。次長君に笑った。あの昼間を思い出した。ベランダでワインを飲んだ。風は今と同じ冷たさだ。田中翔は椅子に座り。グラスを握り目を遠くに。ゆっくりと言った。最初は誰も応援しなかった。でも乗り越えた。誰も引き裂けないと思った。その時別れてしまった。ネット恋愛ぐらいでと。笑ってた。でも今は痛みがわかる。彼は死にかけた。恋愛は維心伝心だ。時間じゃない。顔を知らなくても。骨の髄まで愛せる。拳を握った。爪が手のひらに食い込んだ。悔しさと怒りが溢れた。大事な人がいるなんて。知らなかった。コートを押さえた。風が冷たい。胸が痛んだ。前に聞いたことがある。白桂のこと。話をそらされた。心の支えだと思った。デュエットを聞いて。範囲を超えたと気づいた。ラインを調べさせた。結果に驚いた。弱さに気づいてた。あんなに大事とは。この瞬間羨ましい。オフィスの言葉を思い出す。立ってるだけで愛される。走っても届かない人も。いい人を装って。意志を押し付ける。相手の望みも考えない。施しを当然と思う。感謝も強要する。言い終えた。静かに二人を見た。言い終わった。雪村うつりが口を開いた。声が少しかすれてた。頭はぐちゃぐちゃだ。心臓がドキドキする。早くここを離れたい。真実が気持ち悪い。病院へ向かおうとした。後ろから声がした。前に言ってたな。嘘は真実にならない。嘘は人を傷つけない。真実が傷つける。足が止まった。指先が震えた。
でも一瞬だけ。また歩き出した。振り返らず廊下へ。白い明かりに背中がここだ。佐藤を見た。目が複雑だ。悔しさと悲しみと不安。何も言わなかった。後を追った。歩道橋に佐藤だけ。二人が消えた方を見る。深く息を吐いた。髪が風で乱れた。90年代なら。先祖代々罵った。でも今は疲れた。風がさらに強くなった。月が雲から光る。歩道橋に降りる。目を揉んだ。心の中で思った。やれるだけやった。ICU の廊下で。二人は他人のように座った。何も話さない。SP はプロだ。両側に無表情で立つ。重苦しい空気だ。仁王立ちしてる。眉を潜めた。この光景は、大物が寝てるみたいだ。お二人さん。控えめにして。他にも人がいる。今は深夜だ。患者の家族は寝てる。存在感が場違いだ。何も話してない。顔を上げた。不機嫌そうだ。膨れた。先に帰ってくれ。ここは俺がいる。このバカ女に。喉が枯れるまで言った。聞かない。SP は目を輝かせた。感謝の目だ。先に帰ったら。夜更かししないでしょ。ゲームしてる雪村映りを。見た。素早く操作してる。一言も言わない。無視した。私は帰らない。まだ早いし。帰っても眠れない。相手にされず。椅子にあぐらをかいた。スマホを出した。二人の態度に。佐藤は呆れた。こんなに言ったのに。聞いてない。メールが鳴った。スマホを取り出した。田中翔のだ。看護師が渡した。何件か来てた。知らない番号から。画面を見て。顔色が変わった。病室を見た。ため息をついた。なんでこんなことに。本当に帰らないか。また二人を見た。スマホをいじってる。気にしてない。起きたら。最初にお前ら見て。気絶しないか。人を待ってる。スマホを置いた。顔を上げた。人を待つ。腕時計を見た。私が呼んだ専門医が。もう着くはず。そろそろだ。専門医って。驚いて尋ねた。答えずに電話した。まだつかない。電話がつながるなり。詰まった。すみません呉社長。遠くて時間も遅い。飛行ルートで手間取った。結論を言え。説明しようとした。遮った。飛行機に乗った。4時には着く。緊張して答えた。それを聞いて。眉を潜めて言った。急がせて。電話を切った。別の番号にかけた。州秘書だ。呉社長。連絡済みです。いつでも受け入れ可能。電話がつながるなり。州秘書の声だ。考えたんだけど。遠くて体が持たない。東京に来てもらう。かしこまりました。すぐ連絡します。2本の電話に。佐藤は呆然とした。情報量が多い。これが金持ちか。長じいが断ったのは。お前が呼んだからか。不機嫌そうに言った。さすが若き呉社長。一晩で1000キロ呼ぶ。嫌味を無視した。事故を知って。すぐ病院に電話した。カルテを入手した。張教授に診断を依頼した。呼び寄せた。両家の付き合いで。断れなかった。国内医療の限界を。示唆した。連絡に忙殺されて。来るのが遅れた。でも知ったら。院長が出迎えたろう。気持ちはありがたい。でも田中翔は喜ばない。お引き取りください。もう自慢を聞きたくない。本心でも。考えないやり方は。賛成できない。なぜわかる。冷たい反問に。言葉を詰まらせた。どうやってわかるか。
夢に出てきたんだ。好きにしろ。呆れた。追い出せない。隣の椅子に座った。目を閉じた。SP が気の毒だ。お互いを見てる。何をすればいいのか。危険を脱した。すぐ目を覚ます。家族は詰めなくていい。眠そうに制服を着た。看護師が。大群を見て驚いた。大丈夫です。眠くてまぶたが上がらない。無理に平然を装った。首を振った。朝9時白髪の張教授。病院の主任が。状態を議論した。論文でしか見たことない。権威に熱意を示した。院長も付き添った。若者に興味を持った。夜に呼ぶ人物は何者か。医学界の重鎮だ。一般人は呼べない。小くれ。大丈夫すぐ起きる。安定したから移そう。医療資源を占有しないで。上層部を連れて。雪村移りの前に来た。穏やかに言った。はい。ありがとう。うなずいた。少し安堵した。長次。ひどいですよ。頼んでも相手ない。立ち上がって。文句を言った。ビビ。どうして髪をそんなに。驚いた。同じ人か。どんな関係だ。付き合いがある。まさかこんな偶然。本当に大丈夫ですか。心はそこにない。ガラスの向こうを見た。静かに尋ねた。今は問題ない。心身疲労だ。休めばいい。方針は簡単でも複雑。考える必要がある。うなずいた。他の患者ならすぐ出した。相手が雪村移りだから。軽率に決められない。目を覚ました。看護師が走ってきた。みんな驚いた。空気を読んで。医者を呼び込んだ。もう大丈夫。数日交流する。移そうベッドを開けて。二人に微笑んだ。よし。刺激したくないなら帰れ。前に出た。胸は複雑だ。感謝してた。権威を呼んだから。でもわかってる。起きてみたいのは。二人のどちらでもない。一緒は絶対嫌だ。雪村移りもわかってた。誤解は深い。感情の波が激しい。一晩中ここにいた。彼女には珍しい。疲れ切って眠い。うなずいた。指示して立ち去った。あなたも帰りなさい。その目で寝なさい。酒の匂いがすごい。親に電話されるぞ。見送って。劉ビビに。困ったように言った。わかりました。午後にまた来ます。疲れた体を引きずる。悔しそうにうなずいた。見送って。ようやくほっとした。外で疲れて車に座る。目を閉じた。電話が鳴った。呉社長。派遣がつきました。対応しましょうか。静かに尋ねた。いいえ。帰ってもらいましょう。まだ動かない。力なく答えた。窓の外を見た。眉を潜めた。かしこまりました理由も聞かずに。簡潔に答えた。日によって変わる。慣れてる様子だ。そえつが病院に入る。電話を切った。後部座席で黙った。病室でやつれた田中翔が。無理やり笑った。ヘラヘラ笑ってる。佐藤には辛かった。こんなに疲れてたら。いつか潰れるぞ。もう少しでやられた。複雑な目を向けた。飯を買ってくる。うなずいた。腹が減ってた。体がだるい。ゆっくり寝てろ。前は寝られなかった。今はしっかり休め。言い終えると。返事も待たずに出た。去った後。綺麗な病室を見た。疑問に思った。グレードが高すぎる。2分で戻ってきた。疲れて目に血が走る。後ろにそえつがいた。小読み替えが作ってくれた。食べさせてやる。ベッドの横に座った。礼を言った。ぐー。腹が鳴った。聞こえないふり。そえつが気まずそう。
早く起きると思わず。佐藤の分しかない。田中翔に譲った。もういい。食べられない。残りを食べてくれ。半分だけ食べた。声はかすれてた。手を断った。本当に。替えと饅頭だけだ。心配そうに尋ねた。点滴してる。栄養は足りてる。点滴を見た。引っかかった。どうした？しかめ面だ。考え込むのを見て。尋ねた。いくらかかるんだ？泣きっ面に蜂だ。違約金もまだだ。白い目を向けた。そんなこと気にしてた。だいぶ良くなった。早く退院しよう。ここは落ち着かない。起き上がろうとした。抑えられた。心配するな。残金はまだある。俺も課長になった。白い目を向けた。お前が、課長になったって。驚いた。1000人以上の会社だ。年功じゃ回らない。運が良かっただけだ。2つの大プロジェクトを成功させた。やっと主任になった。最年少主任だ。でも一番忙しい。誰も期待してない。自分も含めて。必死に働いて守った。他の主任よりできる。昇進の道は遠い。主任は奇跡だ。クビにならないのがありがたい。課長と聞いて。そんなに驚いた。本物だよ。ソエツに聞いてみろ。うなずいた。隣で微笑むソエツを見た。うん。今はプロジェクト部の課長。よろしくお願いします。お世辞っぽく言った。いいぜ。遠慮するな。くせ者をクビにする。お前を昇進させるぞ。ご機嫌で偉そうだ。私を。驚いた。そうだ。古株の老解だ。ハゲに取り入ってた。能力なくて面倒だけ。目障りだろう。それに。一人昇進で周りも潤おう。面倒見る。苦笑い。田中翔も楽しそう。俺の息子が偉くなった。父は喜ばしい。冗談交じりだ。でも心から喜んだ。だから。金もあるし稼げる。安心して療養しろ。心配すんな。嬉しそうに見た。VIP 病棟は高い。でも息子のためだ。劉課長。2時間休暇を取りました。問題ないですよ。でも今日が何の日か。忘れました。初日の昇進ですよ。ハゲが待ってます。まだ行かないの。壁の時計を見た。メールは昨日出た。今日が初日だ。まだ病院にいる。太ももを叩いた。忘れてた。もう大丈夫だ。早く行けよ。口を開いた。初日からトラブルは困る。優先順位がある。焦ることもない。考えた末に。一人にするのが忍びない。行けよ。大丈夫だと言った。仕事を片付けろ。飯を運んでこい。手を振った。そえつ。くんも行け。様子を見ていて。言うことは聞き流せ。期待するな。そえつに言った。人のいないとこで言え。この野郎。不機嫌に罵った。そえつは迷った。でも一晩中の佐藤は。顔色が悪い。静かにうなずいた。よし。先に引き継ぎをする。すぐ戻る。時間を確認した。もう引っ張れない。冷たい水で顔を洗った。去った後。ベッドに横たわった。窓の外を見た。考えでいっぱいだ。去って間もなく。雪村移りがやつれてきた。目に血が走ってる。ノックして入った。SP が荷物を持ってる。大丈夫ですか？戻ってきて。驚いた田中翔に尋ねた。優しく振る舞ったが。上から目線だ。呉社長。お忙しいのにどうして？目覚める前を知らない。意外だった。疑惑と距離感に。眉を潜めた。説明しなかった。様子を見に来た。食べた。